bunch of years ago, I started to think about, well, what is a bubble? What do I mean when I have a bubble? Because I watched a lot of bubbles over my something like 50 years of investing. 世界で最も巨大なヘッジファンドの一つ、ブリッジウォーターアソシエイツ創業者のレイダリオが現状の株式市場のバブルについて検証しています。アメリカの株式市場全体で見た場合、レイダリオはバブルではないとしています。You can't say the stock market is in the highest bubble. You can't even say that it's necessarily in a bubble. You have to distinguish which stocks are in a bubble. There are a lot of stocks that aren't, and that bubble is a little bit like the bond market's bubble. So I hope. ブリッジウォーターアソシエイツで計算されていると思われるバブル指標では現状 80% のところにあるとのことです。このグラフによると1928年の競争の20年と呼ばれるバブルと2000年のドットコムバブルでは 100% タイルまで上がっています。一方で2007年の住宅バブルの際にはおよそ 60% タイル程度でしたが、その後の悲惨な結末は皆さんが知るところかと思います。今の市場で非常にユニークなのは銘柄によってかなり状況が偏っていることです。例えばテック企業の一部では売上や利益に対して株価がかなり高いところまで買われている銘柄がある一方で、市場の一部の銘柄ではバリュエーションがブック割れしている銘柄も見られます。現状の市場では一つ一つの銘柄を丁寧に見ていくことが今まで以上に大切な要素となっているのです。レイダリオは株式市場がバブルかどうか見極める際に6つのインディケーターをもとに検証を進めています。レイダリオは現状の市場を全体として見るとバブルだとは考えていないようですが、新興テックに関してはある程度のバブルが発生していると考えているようです。一つ一つ見ていきましょう。First, how high are prices relative to the traditional measures of prices is a consideration. For example, are PEs high or yields low and that kind of thing. That's a consideration, but it's not what I mean by a bubble. Let's say, for example, you can have prices high, which means returns low, and you can have that go on for a very long time. That doesn't mean a bubble pops. So I'm really looking at whether you get a pop, but still it's an ingredient. So for example, let's say if we were to take the bond yields. The bond yields are at extremely low levels, and so think about bonds as having a multiple. The multiples of bonds are, like 75 times earnings or something, depending on what bond market you're operating in. And so when stocks compete with bonds, they're competing with low returns. And so it's not unreasonable to think that the stock market could have a multiple of 50 times. If bonds have a 75 time multiple, why can't bonds? And that means a low return. So that's one of the considerations. 一つ目のクライテリアは伝統的な手法からどの程度高いところにあるのかというものです。例えば PE レーシオやイールドが何%なのかという伝統的なバリュエーションを例に挙げていました。PE レーシオで見ると現在は46倍と過去平均からかなり高いところにあることがわかります。PE レーシオとは企業が出す利益に対して何倍まで株価が買われているか、つまり株価割る利益という計算式になります。PER には益利回り、つまり成長率という概念もあることを忘れてはいけません。益利回りとは PER の逆数のことです。例えば S&P500 の場合 PER が46倍なので益利回りは 2.2% 程度ということになります。これはもし成長が 0% だった場合、株式市場に投資すると 2.2% 程度のリターンが得られるということになります。これに成長率を含めた値が株式市場で得られると期待されるリ
リターンです。過去のアメリカの平均的な成長は 2% 程度なので、2% 足す 2.2% でおよそ 4.2% となります。本来であればここにリスクプレミアムという概念を差し引いて考えなければいけませんが、今回は割愛します。国債市場を見てみましょう。10年国債は現状 1.3% です。10年国債の 1.3% のイールドと比べると、株式市場の 4.2% は比較的マシということになります。PER が歴史的平均よりもかなり高い水準にあるにもかかわらず、現状の株式市場を全体としてバブルではないと言っているのは、債券市場と比べているからです。債券市場のマルチプルは全体として75倍程度になっているので、相対比較として考えると46倍の株式市場に投資することはそこまで馬鹿げていることではないのかもしれません。2つ目の指標は、価格は継続不可能な状況を割り引いているかどうかということです。具体的にどういう意味なのか聞いてみましょう。The second is prices are discounting unsustainable conditions. So unsustainable starts to be part of this picture of a bubble. Unsustainable means that by the nature of the buying, whoever is doing the buying and however that supply demand, that means that won't be sustained and that produces a correction or prices going down. 現状、マーケット全体では継続不可能なレベルにはなく、この指標ではバブルではないとしています。しかし、新興テック企業ではバブル一歩手前の状態だとしています。レイダリオはバブルを見極める一つの指標として、マーケットにどの程度新しい買い手が入ってきているかということも見ているようです。以前に株を買ったことが全くない人々、つまり新しい買い手は株式市場のことをよく勉強しておらず、周りの知り合いや友達が株で儲けたのを見て自分もやってみようと株式市場へ入ってくる人たちのことです。レイダリオはカクテルパーティーの例を出しています。あなたがカクテルパーティーに行って知人と話していると株式市場の話になりました。知人は最近株を始めたというのです。そしてあなたは尋ねます。今まで株をやったことがありますか？いいえ。初めてです。またあなたは尋ねます。良い値段で買えたのですか？バリュエーションの計算方法はよくわからないんです。買った株がどのようなビジネスを展開しているか知っていますか？よくわかりません。でも株は上げ続けているんですよ。株が上がるから買う。過去数年ずっと上がり続けているから大丈夫。といった新しい買い手が市場に参入している場合、バブルのサインです。現状株式市場全体ではバブルの手前といった評価となっており、新興テックではバブルと結論付けています。新興テックでは株価が上がっているので自分も人儲けしようと株を買う人が多く見られるということになります。これは過去のすべてのバブルに通じるところでしょう。例えばドットコムバブルではドットコムと名の付く会社はすべて買われ、多くのセレブやスポーツ選手、大学教授までがドットコムカンパニーを買ったとされています。現在のスパックの状況に似ているかもしれませんね。エンロン事件もドットコムバブルを象徴する事件の一つです。当時エンロンはアメリカ有数の大企業で、エンロン株に全ての財産を投資していた人も多くいたと言われています。まさに強気のセンチメントは絶頂だったのです。この指標ではマーケット全体はバブル一歩手前との評価をしています。そして新興テック市場ではやはりバブルだと結論付けているようです。株を購入するために銀行などからお金を借りているかどうかも重要な指標の一つです。直近に起きたアルケゴスキャピタルの破綻では高いレバレッジをかけていたことが発覚しました。一部の株が下がったことによりマージンコールがかかり、追加で発生した証拠金を支払えなくなったことで、ヘッジファンド界では有名だったビル・フワン氏率いるアルケゴスは破綻してしまいました。レイダリオの手法によると、現状株式市場全体では多少の泡立ちが見られるとしつつ、バブルとは断定していないようです。一方で新興テックに関してはバブルと結論付けています。
I would watch that those who used commodities would, rather than buy from hand to mouth, they would get a lot of forward coverage. In other words, buy inventory to protect themselves against the prices going up. And so when they go from, as we have recently seen in commodities, when they go from not having forward coverage because prices went down and they kept falling and they say, I don't want to own it, and then it going up and they say, I want to be protected against it going up, that movement causes a lot of buying and so on. So that's buyers that have extended those forward purchases are an indicator that I use. 先物契約の代表的な商品はコモディティです。コーンや砂糖、コーヒーや原油などのことですね。もともとこういった商品先物市場では天候や災害などの要因で商品が不作になったりした場合に備えてそのリスクをヘッジできる仕組みとして生まれました。商品先物の取引は一定数量をあらかじめ決められた価格で将来の一定期日に受け渡しをする契約の取引のことです。レイダリオがバブルの指標として商品先物市場を見ている背景にはおそらく商品先物取引の特徴として約定代金の数%、通常ならば 5% から 10% 程度の証拠金を入れることによって取引が可能だからだと考えられます。商品先物取引は証拠金を入れることによって資本効率の高い取引ができるのです。裏を返せばリスクが高い取引とも言えます。人々は商品の価格がもっと上がると考えれば必要以上に在庫を溜め込むために先物を買うでしょう。例えばインフレーションなどが起こると考えれば現金を持つよりもコモディティ商品を買った方がいいと考えるかもしれません。こちらの指標に関しては現状レイダリオはバブルではないとしています。新興テックでは泡立ちが少々あると結論付けているようです。レイダリオは今日の株式市場は全体として見ればバブルの兆候は新しい買い手や強気センチメント指標で多少見られるものの過去に比べるとバブルではないと結論付けているようです。一方で新興テック市場においては話が違ってくるようです。6つの指標のうち半分はバブルだとしており残りの3つの指標についてもバブル一歩手前といった結果になっています。レイダリオのバブル指標のグラフによると現状は 80% のところにありクラッシュについてそこまで大きく心配する必要はないのかもしれません。しかし用意をしておくことは大切かもしれません。なぜなら長い歴史を振り返ってみると現状の債務バブルがいい結果で終わったことはあまりないからです。レイダリオが言うロングデッドサイクル、つまり長期債務サイクルを見てみると現在アメリカでは GDP 対比で借金が 400% まで膨らんでいます。そして同時に我々は史上最低の金利レベルのところにいます。そして周知の事実ですが非常に大きなマネーサプライが存在しています。従来からレイダリオは長期債務サイクルに終わりが近づいていると警鐘を鳴らしてきましたがそれが株式市場にどのような影響を与えるのかについてははっきりとは明言していません。一つはっきりしていることはレイダリオは新興テックについてはバブルだと明言しており注意深く動きを見ているようです。ブリッジウォーターアソシエイツではバブル銘柄として1000銘柄を選びバスケットを作成し動きを追っているとのことです。現状はドットコムバブルの半分くらいのところまで来ているようです。一方で S&P500 を見てみるとドットコムバブル時の3割程度といったところでしょうか。リターンを見てみるとバブルバスケットのリターンは2020年1月を基準として 350% ものリターンとなっています。これは1970年代初めのニフティ50や1990年代後半のドットコムバブルに酷似していると言います。どちらもいい終わり方はしませんでしたよね。レイダリオはマーケット全体としてはバブルではないとしていますが、もしあなたが新興テック企業に投資していたとしたら、ある程度の準備はしておいた方が良いのかもしれません。